ちは、あーです。今回は古い加藤の動力車に自作室内灯組み込みの工作を行います。整備するのはモハ1号さんです。クハにライトがない時代のロットです。ライト標準装備の新快速塗装の1号3系よりも前の製品だと思われます。動力ユニットも大きく、室内灯用の電解コンデンサの干渉に不安が残ります。動力にかぶさるダイキャストがくせ者となりそうですね。室内灯と集電シューとの導電経路でダイキャストに触れてしまうとショートします。電解コンデンサは車端部に収まらなければ車両中央に収めるか、そもそも使用しないかの選択となりそうです。一度コンデンサを置いてボディを戻してみましょう。テープ LED と重ならなければ干渉は避けられそうですね。車端部に電解コンデンサを含む照明ユニットを組み込むとして、集電シューとの接点付近のダイキャストの絶縁処理が必要です。ダイキャストに紙を貼って絶縁処理を行います。集電シューとダイキャストの間にはわずかに隙間があり、そこに紙を挟み込むように差し込みます。通常は集電シューとダイキャストが触れることはありません。しかし集電シューが曲がったり、ライトなどの取り付けの導線などがダイキャストに触れるとショートしてしまいます。過去、純正品の室内灯組み込みで集電シューがダイキャストに触れてショートしてしまう事故を起こしたこともあります。そのため予防として紙をダイキャストにボンドで貼っています。今回も紙を貼り合わせてダイキャストの下に回り込ませます。これでショートは防げるはずです。走行に支障はありません。これで絶縁処理は完了です。では室内灯を作成していきましょう。レール、集電シュー、ブリッジダイオード、コンデンサ、LED の順に電流が流れるように各パーツの向きと並びには注意しましょう。集電シューからの導電経路となる銅板をハンダ付けします。この銅板が両極ともダイキャストに触れるとショートしてしまいます。そのため最初に紙を貼り込んで、銅板とダイキャストが触れてもショートしないように絶縁しました。念のためハンダ付けした銅板の内側をカットしてダイキャストとの間に十分な隙間ができるように調整します。続いてテープ LED に予備ハンダを盛ります。今回は 12V 仕様の白色 LED を使用します。作成しておいたブリッジダイオードとコンデンサを LED にハンダ付けしていきます。コンデンサの足の長い側を LED のプラスにハンダ付けします。テープ LED の室内灯の支えをダイキャスト上に固定します。デッキと客室の敷居壁付近にクラフトボンドを持っておきます。持ったボンドにプラ板を立てて固定します。通電テストを行います。室
室内灯が干渉しないかのチェックも行うためボディも戻しておきます。通電、点灯、走行ともに問題ありません。動作確認できたので室内灯のテープ LED を屋根裏に貼り付けます。室内灯を固定して整備完了です。今回はショートのディスクがある旧型の動力車への室内灯の組み込み工作を行いました。時計に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。